足と手を同時に左足に乗るんだ。そうですね。そうすることはしない方がいいかな。なるほど。相手にとって嫌なことをした方がいいです。目から鱗ない。ね。にははー、リーニー。リレシーブの時にはい予測をミスしてしまった時にどういう動きがあるとそこを対応できるのかっていうのをちょっと聞いていきたいと思います。はい。なるほど。遅いタイミングで続きすれば、なるほど。まあ間に合いますね。遅いタイミングで。急がなくていい。そう、急がなくていいです。イメージはちょっとカットマンような形でこう足と手を同時に出せば、ちゃんと綺麗に間に合う。間に合うので、まあいつも次はまあ足を入れて続きするんだけど、でもこういう先に引った時にはもうそこで手と足を同時にしっかりガツンでつついて、男子の場合はそこであとちょっと離れてカウンターを準備すれば。焦らないというか急がないこと。はい。で、つつきの方法としてはカットマンみたいなちょっとストローク大きめでもいいから足と同時につつく、深くつつくようにする。同時ですね。ここでちゃんとブレーキ効くのは結構難しいです。だいたいこう行こうと思って短かったらもうバーンってブレーキ効かずに行く方が多いです。ここで。まあ逆に言うと今の動きがこれだけ慣れてるってことは、やっぱりそういう引いてからつつくとか引いてからつつくみたいな練習は一応まあやったことはあるってことなんですか？わざと練習の時もありますね。ああ、シチュエーションとしてこういうことがありえるから、そうです。その時バーンってならないように。ちょっと出るが出ないボールがいっぱい練習すると、やっぱりこっちの距離感、これが出てない、これが出てる、もうある程度で分かってるんですよ。例えばこの出るが出ないのドライブ練習しないと、多分これが本当出るが出ないか分からないからいきなりバーンでいっちゃうんですよ。これが出てるがこれがちゃんと分かってるの上でやるんですよ。じゃあレシーブのそういった応急処置の感覚とか判断っていうのはそもそも前段階で出るか出ないかの判断する練習を込みでやらなきゃいけない。そうです。出す出さないをちょっと言わずにちょっと判断してもらって、はい。これメイコージ今見たら多分分かると思うんですけど、全部台上に備えてるんです。だからそもそも最初から出るって多分思ってないので、台上の方を備えてて、それで出たら打球で遅らせてできるので、逆パターンだと結構難しい。ここからこう入るのだからこう一回引いて短くなったら大体こういう感じでしかできないと思う。じゃあもう本当に出る出る出ないじゃなくて、出ない出ない出る。そうです。出ない出ない出る。そうです。出ない出ない出ない。そうで台上だと台があるからだから必ずもう何て言ったらバンド早いんですよね。時間がないです、とりあえず。台上と思ってて出た場合はほらここら辺の空間あるんじゃないですか。だからそういう時間あるんです。なるほど。基本は全部出ないと思ってやる。基本は出ないと思って出ないと思ってやる。で出たら緊急処理で出ないと思ってやることによって逆つかれた時に対応しやすくなる。そうです。しやすいです。地面について投げれば挽回できるので。こうつつきの構えからこうドライブにこう変化させるっていうのもやっぱ練習がされるってことですよね。それ結構やるね。しかもそういう時は多分足が間に合わないのでもう入ってる出ないと思って入ってるから右足中に入ったままでこれでやっていくんです。右足前のドライブを覚える。はい。右足後ろだと絶対無理ですよね。だから大丈夫と思ってるから本当はもう平行足が右足若干後ろになると思うんですけど、でも出るか出ないかのボールの練習も基本右足前でやるパターンが多分多いと思うね。スマッシュとかドライブとかってどうしてもやっぱ右足後ろ左足前でやりたいので、出ると思ったらこう足をこう入れ替えていこうっていう。もう遅れてるから時間ないので大丈夫と思って出た。このままでやるんですね。足動かずに。右足前のままドライブできるようにしておくと、外れた時に応急処置ができる。まあもちろん間に合えば足ちょっとずらしていいと思うんですけど、だいたい右足あんまり後ろに行かないで前に出たままでもかけれるように多分結構みんな練習やると思います。
お本当に微妙。メイコジを困らせよう。ちょっとずつはやっぱ動かしてる感でも右足前でもね、打ててるんですよ。じ。でも今見た通り、こうメイコジ常に大丈夫と思ってるんですね。そうですね。常にちょっと右足が前に入ってて、ラケットがちょっと高いんですよね。ラケット最初から引くパターンはないです。いつでもつっつけるような感じで構えてて、そうですそうです。このスイングが長く来るかなって、最初に引いてしま騙されてねった時に、これやられた時にの対応ですね。なるほど。なるほどね。やられた時、やられた時、素早く足と手を同時に前に。もう全部出さない。ということはじゃあ基本考え方としての基本は出ないって思っててのドライブとかそのままこういう対応っていうのを逆つかれてもいいようにっていう練習を基本やりつつ、本当その次やられたっていう本当に最悪な状態の時用に一応引いて同時っていうのもやっておくともう完璧にこう逆つかれても平気になってくる。そうですね。何度かそこでミスしないで台に入れることを優先すればいいと思います。なるほど。はい。これどうかなと思ってこうやって頑張ってこう上げた時の方が、逆に普通に考えるとこのロングのボールになっちゃうので、結構ガーンでやられやすいんですよ。だったらまだ高くても回転がかかってる横下回転とかの方が、自分の方が有利になるんです。トップ選手はそういう僕に聞いてたストーブ、だからそういうストーブがありますけど、初心者たちはこのストーブが非常に難しいの技術なので、やっぱつっついた方が絶対いいと思います。出ないと意識したら出た時にも時間ドライブ難しいから積まれた時には、つつきの回数の方がいいです。だからやっぱりバックドライブはある程度で距離感があった方がいいですね。例えば無理なくポーンで入れたら逆に相手がこう打たれるくるから深くしてもここでちゃんと続きすればいいボール出るんですよ。私も続きで続き返す。打てるじゃないって感じですね。攻めれるじゃなくて、長いと思ったらまずつっつくっていうのがメインにした方がいいかなって思って、詰まった時にはもう緊急事態になってるから絶対いいドライブできないんですよ。だからかけた方が損するんです。かけていいドライブできないからミスしやすいし、おかしてこうかけたボールに対して相手にとってチャンスボールなんです。だったら上げたボールよりつっつき下回転の方が相手がまだ苦手、まだ挽回するチャンスがあるんです。ここの空間が引ける空間があるんですよ。バックないね。引ける空間あるけど、でもバックはもう体が邪魔してるから引ける空間がないから、だからいいドライブできないんですよ。なるほど。普段の続きよりもちっちゃいこう合わせるんですよ。相手の続きに合わせて角度に合わせて結構いい続きになるから。ほど吐いて。そうでも体が吐いてでそこでちょっと体重少しを後ろに寄せば続きいけるんですよ。なるほど。まず吐いてちょっと体重が左足になるんです。そうですね。前に入って足戻る時間ないから。なるほど。体重すぐ後ろ足を入れると。なかなかやらないつっつきの形ですけど、ね、左足に乗るっていうのすごい重要ですね。大体みんなフォアつっつきはちょっと苦手な方多いと思うんですよ。だからバックつっつき得意な方多いと思うので、体の中のものはやりやすいので、だからフォアに来た深いボールに対してこれ結構ミス出やすいです。逆にね、だったらかけた方がいいので、で空間もあるし、でバックの方が空間がないのと、あと体の前だから続きやすいので、だから相手が嫌がるロングより下回転で返した方が割と自分の有利な展開もできる。目から鱗な、ね前出してフォアだとかける、でバックだと後ろに体重乗せてつっつく、そうですね。一応そういった基本的な考え方があるってことなんですね。何かをしてから自分が損しないように、損することはしない方がいいかな。なるほど。普通に考えるとロングのボールより下回転系のボールはもっと難しいし、で下回転ボールより横下回転もっと難しいし、だから一番相手にとって嫌なことをした方がいいです。初級者っていう意味では、上回転で返すよりも、下回転で
そうです返した方が相手にもプレッシャーになりますもんね。はい、で横下回転だったらもっといいです。なるほど大体一発で空振りするパターンが相手がね多いと思うので。こういうふうにレシーブする人多いじゃないですか、ダブルスこうだけど台の中に。また見てね。再见。